はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。こちらです。Ibanezの TR mini ですね。以前から紹介している Ibanezのこのミニシリーズですね。これのトレモロです。トレモロ。これもね、同じようにこの3つ、つまみが3つとスイッチがあって、で、これに関してはここにレベルトリムポットっていうのがありまして、ドライバーで回すと音量変化の調整ができるということです。この動画で紹介したみたいに、以前にはですね、こんな感じでですね、チューブスクリーマーミニですね、TS ミニとアナログディレイのミニペダル、これを紹介しました。まだご覧になってない方はね、ぜひ概要欄からですね、見てみてください。こんな感じでですね、いろいろあるIbanezのペダルなんですが、今回はトレモロということで、楽しみにしてください。最近ね、こうやってIbanezのミニペダル面白いなと思ってて、今日はトレモロを紹介するんですけど、今手元にこれね、コーラスとか、フェイザーとか、あとはですね、こういったチューナーですね。こういうのがね、今手元にありますんで、また今後ね、紹介していくつもりですので、ぜひね、チャンネル登録をしていただいて、今後の動画もご覧になってみてください。こういうね、エフェクターの話だったり、ギターとかエフェクターボードの話やってますので、ぜひね、チャンネル登録をしていただいてですね、引き続き見ていただければとっても嬉しいと思います。今回はこれですね、TR mini。これね、このサイズでアナログ回路のトレモロです。で、以前、トレモロで言うと、この動画でですね、TR2 っていうボスのですね、アナログのトレモロペダルを紹介しました。あれもね、めちゃくちゃ良くて、僕すごく好きでですね、あれでトレモロが好きになったって言っても過言ではないぐらい。ですのでね、今回この TR mini はとっても期待しております。前ね、こう2機種紹介して、本当にね、この Ibanez のこのミニシリーズは裏切らないなと思って、とってもいい品質だったので、今回も楽しみにしております。ということでね、じゃあ実際どんな音がするのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。というわけで、行ってみましょう。はい、というわけでですね、では音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 で、ES335 からこちらですね、TR mini に入って、で、アウトからですね、コッホの真空管プリアンプ、ペダルトーンというものにですね、入って、そのライアウトから出力しております。では、まずバイパスの音はこんな感じです。はい、では、まずはですね、TR mini ですね。こちら、全部ですね、12時の状態でオンしたいと思います。アナログらしい温かい音というか、とてもいい感じですね。ではちょっとつまみを見ていきたいと思います。まずはですね、じゃあこれ一番大きなつまみですね。このデプスというところですね。はい。これをじゃあ右方向に回し切ると、こういう感じでですね、波打つ深さですね。トレモロのエフェクターはボリュームでですね、こうやって波打ってるような揺らすんですけれども、デプスがマックスになっておりますと、この波が非常に深い状態ですね。ワン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 と大きな波を打ったような感じの音になります。で、ここからだんだんデプスをですね、小さくしていきますね。音のね、波打つボリュームのですね、高低差が少なくなったのがお分かりいただけますでしょうか。まず一番これ、ミンの状態ですね。一番小さい状態であれば、とってもナチュラルにかかります。で、これ9時ぐらいにすると、こんな感じであっさりかけれます。対してマックスにすると、途中で途切れ途切れになったような音を作り出すことができます。これがデプスのつまみですね。次にですね、このウェーブのつまみ、こちらを回していきたいと思います。まずはこの今のセンターの状態。はい。これじゃあ右に回し切ってみましょうか。そうすると、じゃあウェーブをマックスにした状態だと、
こんな感じでガッ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 と音の高低差がですね、結構はっきりした感じですね。パツ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 と聞こえる感じ。こっちもマックスにすると分かりやすいかもしれないですね。パツパツと切れたような印象ですね。で、これを一番下げると、デプスはマックスなので波の高低差は激しいんですけど、こっちのウェーブをですね下げることによって音の差がすごい滑らかになったイメージです。もう一回マックスにしますね。波がはっきりしました。大きい音と小さい音が結構はっきり出てくるような感じですね。ワン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 という感じですね。僕は結構この弱めでですね、ナチュラルに使うのが好きです。そして最後のつまみですね。こちらスピード。これもちょっと分かりやすいようにデプスをマックスにしておきますね。でスピード。今12時の状態がこれくらいです。でこれをマックスにすると、これは分かりやすいですね。ドゥク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 というようなね、細かな波になります。そしてこれをスピードを最小にすると、こんな感じでゆっくりとした波になります。非常に分かりやすいですよね。とてもね、直感的に扱える音な感じがして、好印象です。僕は個人的にはこの辺を控えめにして使うのが好きです。楽曲やアンサンブルによって合わせるのがいいのかなと思います。体感としてはとても使いやすく、この小さい筐体に必要な機能は全て入っているので、とても扱いやすいかなと感じました。例えば極端な音にするんだったら、こうやって全部マックスにして、こういう飛び道具的な面白い音も作ることができます。こういうね、微力的な使い方もできます。はい、そんなね、アナログのトレモロエフェクターなんですけど、先ほども申し上げたみたいにですね、横にですね、レベルトリムポットっていうのがありますね。ここですね、先ほどお見せしたこれです。ここをですね、ここにね、ネジがあるので、これを調整すると、ボリュームが変わるみたいです。じゃあまず、今の状態のまま音を出してみますね。これを上げ下げすることによって TR ミニ、このエフェクターをですね、スイッチングした時、スイッチをオンした時の音量変化をプレイヤーの好みに応じてですね、調整することができるみたいです。なので、これを踏んだらボリュームが上がって、ブースター的に使えたり、もしくは、こいつを使うときは、バッキングで、ちょっと後ろに、アンサンブルの後ろ側に下げたいと、あんまり目立たせたくないときとかはですね、こういうところ横を調整するといいんじゃないかなと思います。ちょっとやってみたいと思います。今ね、こっち方向、こっち側に回し切りました。そうするとどうなるんでしょうか。音が小さくなりましたね。音が小さくなりました。で、これを次は手前側に回し切りますね。はい、これで止まりました。これでですね、スイッチした時にボリュームが大きくなります。はい、こういう感じですね。なので、これこういう飛び道具にして、ギターソロとかで面白い音で使いたい時っていうのは、ボリューム下がってほしくないじゃないですか。そういう時に、ちゃんとボリュームが上がると。
下がらないという感じですね。今なんでこれが僕がいいなって思ったかというと、先ほども紹介したんですけど、僕の気に入ってるですね、こちらの動画で紹介した TR2 っていうボスのエフェクターありますよね。で、あれなんかはオンをするとボリュームが下がっちゃうんですよね。ベースの音があって、でそこから下がる方向に波打つ感じになるので、音量が体感で下がってるように聞こえるんですよね。それはもう音の少ない成分の波を足してるので、仕方ないんですけど、でそれを回避するために結構ね TR2 なんかモディファイとかね、改造ですねとかをされてる方多いんですけど、これだったら今お見せしたようにですね、横のレベルトリムポットを調整してあげれば、オンオフした時の音量の変化っていうのを適切なボリュームに合わせてあげれると、プレイヤーの好みに合わせてあげれると、そこが素晴らしいですね。これとても感動しました。この機能があるだけでTR2 よりだいぶ使いやすいかもしれないですね。今真ん中ぐらいにまた戻しておきますけど、めちゃくちゃいいですね。これがあることによって本当にリードの飛び道具としてトレモロの効果を目立たせて使うのか、もしくはバッキングで使いたいのかっていうところでですね、非常にですね音のアンサンブルにも合わせやすいし、調整がすごいしやすいのでとってもいいと思います。こんな感じですね。アイバニーズの TR ミニでした。ボスのね TR2 とかにはねない機能があったり、この小ささで扱いやすいということと、あとはダイキャスト製のですねケースでですね、重量がね非常にあってですね、ずっしりしてて踏み心地もとってもいいので、非常に使いやすくていいペダルかなと思いました。概要欄にですね商品のリンク貼ってますので、詳細確認してですねぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。僕ね結構好きですね。やっぱこのアナログの温かいトレモロの音ですね、この感じが、とってもたまらなく好きです。僕のね好きなスプリングリバーブだったり、これで紹介したみたいなアナログ J とかとても相性がいいんじゃないかなと思います。本当にこの揺れ具合だったり、この扱いやすさ、そしてこの筐体の小ささ、筐体のかっこよさ、値段も含めて本当に総合力が高いエフェクターのシリーズだなと思います。トレモロとても気に入りましたので、興味ある方はね概要欄にですねこの商品のリンク貼ってますので、ぜひねそちらからご覧になって試してみてください。少しね欠点を挙げるとすると、アイバンジーズのですね他のこちらの2機種でも言ってたんですけど、やっぱりね欠点といえば電池が入らないことかなと思います。でもエフェクターボードに組む人だったり、パワーサプライとか電源つなぐ方だったら全然問題ないのでデメリットにはならないんですけれども、例えば路上ライブやるとか、あとは基本的には電池でエフェクターを扱いたい方という方からはですね選択肢から外れがちなので、電池が使えればもっと良かったんですけど、でも欠点という欠点はもう本当にその辺ぐらいかなと思いますので、総合的にはですねとってもいいエフェクターだと思います。という感じでね、今回はアイバニーズのですねミニエフェクターシリーズ TR ミニの紹介でした。僕の動画ではねこんな感じでアイバニーズのですねミニエフェクターのシリーズの紹介だったり、ボスのエフェクターの紹介、そしてギターの紹介、そしてですねバンドマンのエフェクターボードの話なんかもねやっておりますので、ぜひねこの機会にチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできればとっても嬉しいです。ということで本日はアイバニーズの TR ミニの紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。ゆきでした。じゃあね、バイバイ。